今日の話はですね、絵が上手くないと結局アニメーターとして積んじゃうよっていう話をしたいと思います。アニメーターって絵のプロなんで、かなり複合的ないろんな要素はあるにせよ、こんなにも絵が上手い下手順にお金がもらえる仕事ってなかなかないです。だって漫画家さんだって絵が上手い順に漫画売れてないじゃないですか。アニメーターほど画力がほぼ収入に直結する仕事ってないんですよ。結構アニメ修復生で結構あるのが、何者かでないと不安な人多くないですか？何者でもない状態の今の自分に耐えられなくて、とりあえずアニメの仕事をしてみました。とりあえずできるアニメの仕事って1枚100円とか200円とか結局自利品になっちゃうんだよね。食えないんですよ。なのでどっかで廃業しちゃうわけですよ。てか長続きできないんですよ。しないんですよ。ある程度の力がないと、画力ねがないと、この地球の引力にですね引っ張られてそれ衛星軌道に乗れないっていうのかな、宇宙に出れないっていうそういうイメージって言ったらわかるかな。ある程度アニメーターとして軌道に乗るための画力っていうのがあって、アニメ主軸内だったらキャラコスだったら、10人に1人ぐらいのレベルとか、ある程度上手くないと正直やっていけないんですよね。難しいんですよ。結局なったところで厳しいっていうねことが起きるんですよ。なので僕結構ね、例えば30オーバーでアニメーターになりたいと、30歳以上でねなりたいっていう人だと、21、2歳の新卒の人と同じレベルだと取ってくれないんですよ。やっぱりこれちょっとアニメのお作法を教えたらうちで抱えてる原画マンよりうまいんじゃね、そのぐらいのレベルじゃないと正直30オーバーでアニメーターなら厳しいです。はっきり言って。だし、今、待遇が良くなってますね。これはいい話です。めちゃくちゃ。僕も本当に望んだ話です。他の業界に行ってた人たちが退去してアニメーターになってる可能性は非常にあるということは、レベルがすごく上がってるからすごい真っ当に必要な人材が集まりつつあるわけです。お金がもらえるようになったイコール嬉しいじゃなくてレベルが上がってると思ってください。だから3年前5年前で求められていた画力よりも今は上がってます。アニメ業界って今ちょっとアニメーターバブルで割ともらえるっていう人たちがいるんですよ。っていうのと、一月数万円稼げるかどうかっていうのの、そこのやっぱ越えられない壁を飛び越えないといけないんですよ。で、そこの確率を上げるのが実はアニメ主義の課題なんですよね。一言で言うと素体、全身がちゃんと描けるっていうことで、素体が大事なんですよ。何回も言いますけど、素体はキャラクター変えても描けるんですよ。だけどいわゆるキャラ好きの人、もちろん最初のモチベ動機はそれでいいと思います。ですけど、それはあくまでファンであり素人です。趣味、ファン活動です。そこからもう一段深くクリエイター側に行くのが実は素体なんですよ。で、素体って何かっていうと、子供らしいとか、少年少女らしい、男らしい、女らしい、〇〇らしく見える体型たちの土台の形です。それを要するに目の形とか服装とか髪型を変えたらなんぼでも何にでもなるっていうこと、それが素体だから、僕素体を描こうね、素体上手くなろうねって言ってるんです。特定のキャラクターはそれずーっとそのシリーズやるわけじゃないでしょ。だってそのスタジオ行ったってずっとそのねアニメやるとは限らないじゃないですか。実はアニメーターで全身が上手い人ってやっぱ少ないです。全身のポージングはちゃんと描ける人ってなったらもう本当に少ないです。テレビの作家でもちょっと怪しいな、劇場原画マンクラスみたいな人だったらね、全身のポーズうまいですか、うわいいポーズだなっていうの描ける人なんて本当にそのスタジオに1人2人いるかいないかぐらいのレベルですよ。いや実際そうです。立ちポーズってなると一気に難易度が上がります。っていうのはやっぱりほとんどアニメのカットってバストアップが多いからなんでね、みんな顔のドアップ、目のキラキラ、髪の毛のシャラワンみたいなやつばっかりにずっと意識いくから、その中でやっぱり全身が描ける、顔バストアップをちゃんと描ける、頭の角度がいろんな角度で描ける、歩き走り振り向き何も見ないでさっと重心移動の意識も含めて描ける、どこでも欲しいでしょそんな人。だからあれもこれもそれもどれもって考えちゃう人がね多いんですけれど、はっきり言ってアニメシルクのキャラコースの課題内容をさっと描けるようじゃないと正直アニメーターとして食えません。はっきり言って中途半端な画力でアニメーターになりましたで、月額ね5万10万です、食えないです、別の仕事やりました、また次アニメーターになる再起を狙って今も練習中です、またアニメーターになりました、食えないですを繰り返してもしょうがないっ
って思うんですよ。てかそうしてる間にどんどんね年ばっか食っちゃうっていうのかな。なのでやっぱある程度上手くなんないとその大気圏を脱出するっていうのはできないんですよね。アニメーターっていう宇宙に行けないですよ。この重力が重すぎてどこでも食っていける、役に立つ、アニメーター、月50万円ぐらいもらえる人っていうのを、100% って一応仮にしますよ。もう全然書けないなこの人っていうのをゼロとしますよ。100に対してどのぐらいの能力が求められるか。90% ぐらいかな。すなわち、素人から見たら、この人プロと変わんないじゃん。ぐらい上手い人。っていうのが、要するにその後食っていける能力なんですよ。レベルなんですよ。だから、実はプロになって、上げられるのって、たかだか最後の 10% なんですよ。プロのアニメーターになって、画力が激変するなんてことないです、はっきり言って。昔はあったかもしれない。板野一郎さんとかさ、金田義則とかああいう時代ですよ。もうなんか自主アニメとプロの仕事とかもう一体化してるような産業がまだ、そこまで高度化してない時代の 50% で入って、100% にしていくというような時代はね、ありました。ですけど、今の今ですよ。はっきり言って最後の 5%、10% 上げに行くレベルなんて、自分でその 90% の能力まで持ってかないと、多分ほとんど無理です。食っていけないです。そういう時代です。だから、めちゃシンプルに、これプロと何が違うのってところまで持ってくっていうことなんですよ。そう、ほぼ仕上がってないとダメですよ。そう。素人目に見てって僕言ったよね。プロの水準で見たら、全然ダメやんっていう感じですよ。だってどんなすごいこれから上手くなるっていう人でも、いざ人の絵コンテで人のキャラ表でさあ原画描きましょうってなった時に、一回この能力が半分になります。なんでって。それはポートフォリオは自分の好きな角度で描いて、自分の好きなねキャラクター描いて、自分の好きなもの描いてるでしょ、ポートフォリオって。人のアングルで人の絵コンテで人の要求されてる芝居を描くっていうことは半分になるんだよ。だからポートフォリオぐらいはプロと遜色ないぐらいの絵で出してくんないと、見込みないなってなるわけ。75とか60ぐらいの人って30とか40になっちゃうんだよ。これはほぼ仕事にならないになるんですよ。将来自分がなりたい自分にはこういうスキルが必要で、だからこういうことをやってるというようなことまでちゃんとイメージして行動する人と、なんとなくやっぱアニメーターになりたいと思ったからなってみた。なんか絵を動かすってどういうこと？アニメーターに求められるスキルってどう？で、〇〇さんの絵とこの違いはみたいなさ、それなんだろう、もう絵の解像度とか。でもそこはね、はっきり言ってね、連動してんだよね。正直ね。実はアニメ主軸っていうと、なんかいかにもアニメーターになったら偉いですごいですみたいな雰囲気を勝手に塾生が思い込んで、勝手にそのように思い込んでるようですけど、僕がやりたいことは実は最適化なんですよ。最適化っていうのは本人に合ってる道を進んでほしいんですよ。だって合わないことやるのしんどいじゃないですか。ね。僕はさ、学校の先生とかいわゆる一般の会社員とかどう考えても合ってない、向いてないからアニメーターだったりで、アニメーターやってみたけど、どうやらその集団で組織で何かやるのだ僕は向いてないから、しかも教育をしたいとかこうやって喋りたいとかいうのでアニメ主軸。だから僕なりの最適解がアニメ主軸なわけですよ。で、そういう意味では皆さんなりの最適解を選んでほしいわけですよ。これね、人によってはアニメーターめっちゃ楽しいし、こんな美味しい仕事ないです。人によってはただの地獄です。それが向き不向きというやつです。なので、何でもかんでもアニメーターになりゃいいってもんじゃないしってやつですよ、本当。それで言ったらアニメーターのポテンシャルっていうんですかね。これが結構でかいと思いますよ。知覚推理っていう、IQ の分野があって、例えばあるアニメでこのシーンを描いた人、また別のアニメでこのシーンを描いた人、これ同じなんじゃないかなって自分で推測が立てられるような人。要するに目がいいっていうのかな、選球眼があるっていうのかな。絵の良し悪しがやっぱ分かる人ってこと、そういう意味では。うまい絵と下手な絵が一緒に見えちゃうってことは、その時点でちょっとうまくなる見込みないよ。だってうまいって何なのって分かってないわけじゃん、その時点で。そう、例えば僕だったら、多少向いてたなって思うのは、エヴァンゲリオンの昔のレーザーディスクの表紙を本田武史さんが書いて、僕ほぼ一番好きなアニメーターに近いんですけど、でテレビのエヴァって別に全話絵がすげえいいわけじゃないんですよ。やっぱ本田さんの話数はうまいんですよ。ずっとその最初に見た時からうまいなこの人っていう絵はずっと僕大人になってもうまいと思う。選球眼は悪くないんだろうなって自分でそこは思います。不思議の海のナディアのやっぱいいシーンは大体本田さんがやってんなとかね。
じゃりんこ知恵劇場版っていうのがあって、お好み焼きのおっちゃんがうわーって泣くんですよ。そうするとパンパンパンってこう涙が鉄板に落ちてシュパ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 ってね、今のなんかウェブ系アニメーターみたいにすげえ多段でいいや、どうやって撮影してたんだろう、あの昔のセルでとかもうすごいエフェクトがあるの。その当時のアニメーションとは思えないような激しい動きをしてるカットがあって、あのシーンって誰なんですかねってある時ジブリで田中敦子さんに聞いたんですよ。ね、有名なカリシロでジャンプしたりスパゲティ食ってる有名な人ですね、田中さんね。で聞いたら「あ、それ私」って言ってとか名探偵ホームズで大体いいシーン田中さんか近藤義文さんか宮崎さんあたりなんですよ。まあもちろん他の方でも上手い人いますけど、っていうなんかパッとこう目立つ際立ってるカットみたいなものを、いわゆる選球眼はアニメーターとしてかなり必要な能力かなと思う。で今度逆に向いてない人とかあまりよろしくない人は自分がいいか悪いか分かんないのにいいって言うとか、いわゆるそのミーハーなところとかね、自分の目がないとかそういうのはね、この逆ですね、向いてないって方に行っちゃいます。最適解見つけるためには受講してみるのもありなんですかね。そうなんですよ。だってアニメ主塾って習い事なんでね、別にゴルフのレッスン受けたからってプロにならないじゃないですか。だからまず一旦そこと趣味で良い趣味にしてほしいんですよ、俺は。良い趣味の延長線でこれ面白いぞ、じゃあそれでプロになろうっていうのが本来であって、いい趣味でもないものをなんでプロになろうとしたっていうのが僕本当めちゃくちゃ思うんですよ。だからまずいい趣味にして、でそれで自分であわよくばプロもいいなって思ってて全然いいです。だけどでも実際に見てみたらここまでやんないとダメなんだとか、実際こんなところまで俺ちょっとそこまで嫌だなと思ったら、それは多分そんなに自分が向いてないってことだと思うんで、